それでは Amazon イベントブリッジでできることをまとめてみたというタイトルで発表させていただきます。まずはじめに自己紹介させてください。私はクラスメソッド AWS 事業本部オペレーション部に所属しております西村祐二と申します。現在大阪オフィスに所属しており、業務ではサーバーレス環境でバックエンドを構築したりしています。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。今回お話しする内容はこちらとなっております。まずはじめにAmazon イベントブリッジについてと、次に Amazon イベントブリッジの全体像構成について、次に Amazon イベントブリッジの便利な機能、といった内容をお話ししていきたいと思います。今回お話しする内容は2021年10月1日時点の情報となっておりますのでご了承ください。今回イベントブリッジのサービスの性質上、イベント駆動アーキテクチャやマイクロサービスなどの言葉が出てきます。アーキテクチャについてのお話や設計のお話については今回割愛させていただきます。概要欄または最後に参考資料を載せておりますので、どのようにマイクロサービス化したらよいかであったり、どのようにイベント駆動アーキテクチャを設計したらよいかについてはそちらの資料をご確認ください。また、イベントブリッジと似たようなことができる他サービスについての違いや選定についても参考資料をご確認ください。今回は設計、サービスの選定についてではなくて Amazon ブリッジにフォーカスした話をしていきます。想定視聴者としましては、SaaS や複数のサービスを連携したシステムを構築したい方、Amazon イベントブリッジを今後使っていきたい方、Amazon イベントブリッジについて知りたい方を想定しております。ゴールとしては発表を聞いた後に Amazon イベントブリッジでできること、概要を理解している状態になっていることをゴールとしています。でははじめに Amazon イベントブリッジとはどんなサービスか話していきたいと思います。イベントブリッジのサービスページには AWS 既存のシステムまたは SaaS アプリ全体でイベント駆動型アプリケーションを大規模に構築するサービスであると書かれております。もう少し具体的に説明すると、イベントを用いて様々なアプリケーションを簡単にできるようにするルーティングサービスとイメージしてもらえればと思います。イメージ図としてはこのような図になります。大枠としては、イベントを発行するイベントソース、イベントブリッジの役割であるイベントバス、どこにイベントを流すかのルール、イベントを送信する先のターゲットという構成になっております。Amazon イベントブリッジはサーバーレスなイベントバスであり、独自のアプリケーション、統合された SaaS アプリケーションおよび AWS のサービスから生成されたイベントを使用して、イベント駆動型アプリケーションを大規模に構築することができます。SaaS として Zendesk や Shopify など多くの製品をサポートしており、そのイベントソースからラムダなどの AWS サービスやその他の SaaS アプリケーションなどのターゲットにリアルタイムのイベントストリームを配信します。このルーティングルール、イベントの送信先を決定するだけで、イベントソースのイベントパブリッシャーとイベントを受け取るコンシューマーが完全に素結合化された状態でリアルタイムに反応するアプリケーションアーキテクチャを構築することができます。わかりやすい例を挙げると、EC サイトのバックエンドをマイクロサービスとして構築する際に、イベントブリッジを用いることで各サービスへイベントを届けるルーティングのためのハブとなって、より素結合なアーキテクチャを構築することができます。また、イベントブリッジはマネージドなサービスとなっているので、サーバーの準備、構築、管理が不要で、管理コストを削減することができたり、マルチ AZ や SLA99.99% なサービス仕様となっているので、信頼性が高いイベント駆動アーキテクチャを構築することができます。次はサービスを深掘りしていくために、Amazon イベントブリッジの全体像構成を見ていきたいと思います。サービスサイトに掲載されている全体像がわかりやすいため、こちらを利用して説明していきたいと思います。主な登場人物としては4つあります。左からイベントを発行するイベントソース、イベントを受け取るイベントバス、受け取ったイベントを送信先などを決めるルール、イベント送信先のターゲット、大きく4つがあります。それぞれについて見ていきたいと思います。本題に入る前にそもそもイベントとは何かについて話しておきます。ここで示すイベントというものは状態変化を表し、JSON の形式でやり取りされるデータを指しています。では、どのような構造をしているか、イベントの JSON 構造について見ていきましょう。特徴的なところとしては4つのプロパティがあります。右側に表示しているのがイベントのサンプルになります。ディテールタイプというプロパティがありまして、これはイベントの種類を表しています。
隠れてしまっていますが、サンプルでは EC2 インスタンスのイベントであることがわかります。ソースはイベントの送信元のアプリケーション、サービスを表すプロパティとなっています。AWS サービスのイベントの場合は、AWS EC2 のようにサービス名が入ってきます。リソースシーズはこのイベントに関連するリソース、識別子を配列で持つプロパティとなっています。AWS サービスが送信するイベントの場合、ARN が配列で含まれてきます。ディテールはイベントの詳細情報、データを表すプロパティです。サンプルでは状態変化が起こったインスタンス ID、ステータス情報などが記載されています。イベントブリッジはこのようなイベントを受け取ったりターゲットに送信したりしていきます。はじめにイベントソースについて見ていきたいと思います。全体像で言うと一番左の箇所になります。イベントを発行するイベントソースの種類としては3種類ありまして、1つ目が AWS のイベント、2つ目がカスタムイベント、3つ目が SaaS のイベント、それぞれ送信元、送信されるイベントバス、送信されるタイミングが異なってきます。それぞれ見ていきたいと思います。AWS サービスが送信するイベントについて説明していきます。2種類のイベントがありまして、イベントブリッジに直接送信されるイベントとクラウドトレイル経由で送信されるイベントがあります。イベントブリッジに直接送信されるイベントは、AWS リソースの状態変化を規定に発生するイベントで、クラウドトレイル経由で送信されるイベントは、AWS リソースに対して何かしら操作があった、API が呼び出されたときに、起点となって発生するイベントとなっております。イベントブリッジ3つサポートのサービスであっても、クラウドトレイル経由のイベントは取得することができます。発生したイベントは元から用意されているデフォルトのイベントバスに送信されます。例を下に表していまして、この例では EC2 インスタンスの停止を検知してそのイベントを通知する例となっております。ユーザーによってインスタンスの停止がリクエストされたとき、2つのイベントが発生しています。1つ目がインスタンスが稼働中のステータスから停止状態に変化したイベントが直接イベントブリッジに送信されています。2つ目がユーザーがインスタンスの停止をリクエストした操作イベントがクラウドトレイル経由でイベントブリッジに送信されています。このように AWS サービスが送信するイベントというものは2種類あります。次はカスタムイベントについて説明していきます。カスタムイベントはイベントブリッジのプットイベンツ API を呼び出すことによって送信されるイベントです。CLI からコマンドで送信できたり、各言語の AWS SDK を用いて実装することができます。送信先のイベントバスは送信時に指定することが可能で、指定の場合はデフォルトイベントバスに送信される仕様となっております。Python の SDK を使ってカスタムイベントを発行する手順が載ったブログがありますので、実際に試してみたい方はご参考していただければと思います。次は SaaS イベントについて説明していきます。SaaS イベントは SaaS アプリケーションを規定に発行されるイベントです。SaaS アプリケーションからのイベントは通常のイベントバスとは別で各 SaaS 専用のイベントバスが作成され、そこにイベントが送信されます。送信されるイベントの種類やタイミングは各 SaaS アプリケーションで異なります。イベントブリッジは多くの SaaS と統合されておりまして、詳細については下記のリンクをご参照いただければと思います。また、Shopify アプリとイベントブリッジを統合してみたというブログがありますので、こちらも気になる方はご参照ください。次にイベントバスについて見ていきたいと思います。全体像で言うと真ん中の箇所になります。イベントを受け付けるイベントバスは3種類ありまして、左からデフォルトバス、カスタムバス、パートナーバスがあります。デフォルトバスは基本的には AWS サービスが発行したイベントを受け付けるイベントバスとなっています。例えば、インスタンスが停止したというイベントはデフォルトバスで受け付けることができます。また、独自で定義したカスタムイベントもデフォルトバスで受け取ることは可能となっております。カスタムバスは独自アプリケーションなどユーザーで定義したカスタムイベントを受け付けることができるバスとなっております。例えば、注文機能が注文を受け付けたというようなユーザーで定義したイベントを受け付けることができます。パートナーバスは SaaS パートナーの SaaS アプリケーションで発行されたイベントを受け付けることができるバスとなっております。例えば SaaS で管理している顧客情報が更新されたというイベントを受け付けることができます。
次にイベントブリッジのルールについて見ていきたいと思います。全体像で言うと右側の箇所になります。ルールとはイベントバスで受信したイベントで、どのイベントをターゲットに送信するかを定義するものになります。機能としてはパターンマッチングを定義してイベントをフィルタリングしたり定期実行したりするイベントパターンと、入力されたイベントデータを JSON パスを用いてイベント変換するトランスフォーマーと最大5つまで指定できるターゲットから構成されております。はじめにイベントパターンについて見ていきたいと思います。これは定義したパターンマッチに一致したイベントだけフィルターしてターゲットに送信することができます。例としては EC2 インスタンスの停止について通知を受けたいイベントパターン例を表示しています。イベントバスが受け取ったイベントでこのソースディテールタイプ、ディテールに一致したものだけがターゲットに送信されます。パターンを記載する際に使用できるフィルターの種類もたくさん用意されており、数値の比較であったりとか、プレフィックス、値の存在チェックなどを表現することができます。詳細はドキュメントをご確認ください。パターンマッチング以外にもスケジュール式による定期的にイベントを作成することもできます。注意点としましては、タイムゾーンが UTC になっており、最小精度が分となっております。クーロン式とレート式で指定することができて、それぞれの設定方法は表のようになっております。次にトランスフォーマーについて見ていきたいと思います。これは入力されたイベントを JSON パスで変換してターゲットに送信することができます。変換する際に入力されたイベントのデータを変数に定義して記述することができます。例としては EC2 の状態変化のイベントを変換する例を表示しています。左が受け取ったイベントデータとなっておりまして、真ん中にそのイベントデータを変数に定義しています。例では入力されたイベントデータのディテールにあるインスタンス ID とステートを変数として定義しています。右がターゲットに送信する送信イベントの定義となっております。先ほど定義した変数を使ってターゲットに送信するイベントを設定しています。このようにトランスフォーマーを使って入力イベントを変換することができます。最後に送信先ターゲットについて見ていきたいと思います。全体像で言うと一番右側の箇所になります。ターゲットとはイベントの送信先となってイベントを処理するものとなります。現在は1つのターゲットに対して5つまでのターゲットに送信することが可能となっております。また、リトライ設定であったり、レッドレター級の設定も可能となっておりまして、イベント送信の信頼性を高める機能が用意されております。ちなみにイベント保持時間は最大24時間、リトライ回数は最大185回となっております。通常だとエラーが発生した時にリトライするような実装をする必要が出てきたりするんですけれども、イベントブリッジを利用することでその必要がなく、より素早く簡単に信頼性の高いシステムを構築することができます。また、イベントブリッジのレッドレターキーを試してみたブログがありますので、興味がある方はこちらもご参考にいただければと思います。イベントの送信先としてターゲットに指定できるものとしては、サポートされている AWS サービス、API ディスティネーション、別アカウントのイベントバス、別リージョンのイベントバスがあります。それぞれ見ていきたいと思います。サポートされている AWS サービスは下記のリンクからご確認ください。まず API ディスティネーションについて見ていきたいと思います。API ディスティネーションはルールのターゲットで任意の HTTP のエンドポイントを指定でき、HTTP リクエストを送信することができる機能となっています。コードを実装せずにサードパーティー製の SaaS 製品であったりとか、ALB や EC2 で独自開発した API などとイベントブリッジを簡単に連携できるようになる機能となっております。また API リクエストをする際に必要な認証情報をシークレットマネージャーで管理するようになっているため、セキュアに機密情報を管理することができます。一般的に API にはレートリミットが設定されており、レートリミット以上に API を呼び出した場合は、エラーが返却されることになります。イベントブリッジは API ディスティネーションを定義する際に、呼び出しレートの制限が指定できるようになっております。そのため、連携先エンドポイントのレートリミットに抵触しないように、呼び出し速度を自動的に調整する機能があります。
HTTP エンドポイント接続時の認証方法としては、3つの種類の認証方法をサポートしています。1つ目がベーシック認証、2つ目が Auth Client Credentials、3つ目が API キーとなっております。クレデンシャルはシークレットマネージャーに保存されます。API ディスティネーションの利用例としましては、例えば Slack にログを通知したいときに利用できるかと思います。従来の場合は、よくやる方法としては、ラムダを挟んで Slack に通知する方法があると思います。ただ、そのラムダがやっていることとしましては、シークレットマネージャーから認証情報を取得して、イベントのペイロードをもとに Slack に通知するためのパラメータを作成して、HTTP リクエストを送っているだけがほとんどかと思います。そのような場合は、ラムダを API ディスティネーションに置き換えることで、コード実装が不要かつセキュアに認証情報を管理した状態でやりたいことが実現できるようになります。こちらもやってみたブログがありますので、実際に試してみたい方は、こちらのブログを参考にしていただければと思います。また、認証タイプを Auth Client Credential に設定した時のブログもあります。次はターゲットに別のアカウントのイベントバスを指定した時について見ていきたいと思います。イベントのターゲットに別アカウントのイベントバスを指定することができます。これはつまりイベントブリッジを使ってクロスアカウント連携をすることができるということです。またこの構成は素結合な状態で連携することができます。なぜかというと、イベントを発行するパブリッシャーは自分自身が存在する AWS アカウントのイベントバスのみを意識すれば良いという状態になっており、またイベントブリッジのルールで他アカウントのイベントバスをターゲットに指定するだけなので、アカウント間の依存関係がイベントブリッジに閉じている状態であるため、素結合な状態と構成となっております。次はターゲットに別リージョンのイベントバスを指定した時について見ていきたいと思います。イベントのターゲットに別リージョンのイベントバスを指定することができます。これはイベントブリッジを使ってリージョン間のイベント転送によって同一アカウント内のイベントを集約できるということです。これにより管理コストを削減することができます。注意点としては、イベントの受信が可能なリージョンが現在バージニアリージョン、オレゴン、アイルランドとなっている点にご注意ください。こちらもやってみたブログがあるので、気になる方はこちらを参考にしていただければと思います。次は Amazon イベントブリッジの便利な機能について見ていきたいと思います。まずはじめにスキーマレジストリです。これはイベントブリッジでやり取りされる様々なデータのスキーマを管理する機能です。スキーマの保存形式としては OpenAPI 3.0、JSON スキーマドラフト4で保存をすることが可能となっております。また、スキーマの変更履歴をバージョン管理することもできます。保存されているスキーマをエクスポートすることができて、JSON スキーマドラフト4を利用することで、スキーマのバリデーションに利用することができます。JSON スキーマを使用することで、実行時にデータのバリデーションをすることが可能です。どこでバリデーションするかというと、イベントを処理するターゲットのラムダにスキーマレジストリから取得した JSON スキーマを利用してバリデーションを行います。JSON スキーマドラフト4を使ったバリデーションの実装については、ブログを参照していただければと思います。次はスキーマディスカバリーについて見ていきたいと思います。これはイベントブリッジで受け取った SaaS イベントやカスタムイベントのスキーマを OpenAPI 形式で自動的に保存してくれる機能となっています。手作業で保存する必要がなくてとても便利な機能です。また、スキーマレジストリに保存されているスキーマを開発時に利用することもできます。開発時にとても便利なコードバインディングについて見ていきたいと思います。これは AWS Toolkit for IntelliJ や Visual Studio のプラグインを用いてスキーマレジストリに管理されているスキーマ定義を取得できる機能となっております。現在対応している言語としては Java8 以上、Python3.6 以上、TypeScript3 以上に対応しています。ダウンロードしたスキーマ定義をインポートしていくことで、コード保管であったり、コンパイル時のエラー検出に役立てることができるようになります。次にリプレイアーカイブ機能について見ていきたいと思います。アーカイブとは指定したパターンのイベントを保存しておける機能となっています。リプレイはアーカイブしたイベントを再生できる機能となっています。こちらの機能の用途としては、
設定したルール、ターゲットの動作確認をしたいときに活躍する機能かと思います。また、イベントを発生させるのが大変な場合においても、一度アーカイブしておけば、簡単に何度もリピすることができるため、動作確認がすぐできて、開発のスピードアップが期待できます。こちらもやってみたブログがありますので、気になる方はご参考にいただければと思います。最後にまとめです。Amazon イベントブリッジはサーバー管理不要でイベントバスが利用できるサービスとなっております。実装なしで AWS サービス、SaaS などのアプリケーションを連携することができます。また、素結合なイベント駆動アーキテクチャの構築が容易で、イベントスキーマの自動検出する機能や保存、管理機能などが用意されております。開発の効率を上げるような便利な機能もたくさんあるサービスとなっております。最後に参考資料を載せておきます。特にお勧めしたいのが一番上に書いてあります DevAX Connect のイベント駆動についてのお話が全8回ありまして、とても充実した参考になるコンテンツでしたので、興味のある方は一番上のコンテンツを確認いただければと思います。発表は以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。